世界一自分が憧れる場所に行って自分の本当にやってきた人生も世界一にぶつかってボロボロになるんだったらすごくスッキリする。そこに行こうと、もう幻じゃなくて行ってみようと気づいたらもう飛行機に乗ってアメリカにいたわけです。シアターに行ったらこう審査員の人たちがこう 4,5 人こういるわけですよ。2分の CD 持ってかけて、で当時好きだったそのクラシックですよ。君はヒップホップのことをバカにしてるのかい。一人の人がすごい怒ってて、This is Hip Hop Entertainment って、ここはアポロシアターでヒップホップの殿堂で世界中の人はここを求めてるんだ。君のそれのどこがヒップホップなんだと。そしたら横にいたキャシーっていう人が一人 Wait, Vanessa wait って言って He is something different。 もし君がヒップホップをリスペクトできる作品に変えることができたら1回で出してあげる。そこで初めの大会に出ることになって、出たら優勝して2回目も優勝して3回目も優勝して4回目も優勝したら、勇気今度は NBC の全米放送のテレビ番組、こっちはプロが出る大会に出なよってなって、これは勝ち抜きバトルだって、チャンピオンがベルトを持っていてチャンピオンに勝ったら君はベルトをダッシュできるぞって、そこから防衛戦だ、そこから何回防衛できるから毎回新しい挑戦者が来るぞって言って勝って、で防衛して全部で9回チャンピオンベルトを死守して、でもうこんなに勝ったから君はもう殿堂入りチャンピオンだ、負けなしチャンピオンって言って番組の中で大きいその少女が出てきて、なんかレジェンドチャンピオンになったぞっていう。ダンサーをしていたからみんな知ってくださってるけど、してなかったらきっとこんなやついたかなって思うようなタイプなんじゃないかな。だけどそれでもやっぱりこうすごいって言われてみたいなとか、いつかなんかわーっとか自分で声を出してみたいなとか、そういう思いがある、そういうタイプの子供でした。大学でダンスに出会っダンスを始めて一人で廊下で毎日練習してて、でこれが自我の目覚めかって自分で遅れてきた自我の目覚めだって言って。おいくつの時？18歳の頃。あ、それが18歳の時、はい、そう覚醒したっていうのはご自分で自覚があった？自覚があった。初めて自分の意思で自分が無理だと思っていることを今やってるぞ。例えばくるっと回るとか、なんか背中でくるっと回るとか無理だと思ってるわけですよ。自分はそういうタイプじゃない。だけどそういうタイプじゃないけど、こう痛い思いをしてでもそこに行こうとしてる。これだって言って。僕は授業がすごく厳しい進学校に通っていて、必死にこうテストの時間に答えるとか、運動そんな得意じゃなかったけど、学校の課題に取り組むとか、何かこうやらなきゃいけないことがあって、それに必死に答えていこうとする。だけれども不器用だったのか輝かしい順位にはならないと。テストも50人中下から数えると、大体そんな感じなんです。でもなんかギリギリいつもなんとか生き残ってきた。でもダンスは違って、その課題じゃなくて何をやっても正解なの。誰もいなきゃ。で自分で全部この答えを作れる。で自分の中でそれが正解か間違いかを決めれる。よし一回回るぞって言って回る。多分それがそのジャンルがある方にとってはその回り方は全然違うってなるけど、自分の中では一回回る、回れた、すごいぞってなる。その積み重ねがとにかく幸せで。ヴェルディのレクイエムより怒りの日を背景に激しく踊る青年、上野貴弘。大学に入り18歳でダンスに出会った彼は、わずか数年のうちに身につけた高いテクニックでストーリー性とドラマチックなトーンを表現する独自のダンススタイルを作り上げていた。厳しい進学校時代を経て
大学でダンスに出会った高弘は初めて競争社会から解放される。スタイルやジャンルを超えて爆発した自我。しかし大学卒業を目前に、それまで一緒に踊ってきた仲間たちは次々とそれぞれの夢に向かって彼のもとを去っていった。そうか、就活しなきゃって言って、でも何をしても根なし草になっちゃうなって自分で分かってて、だってみんな夢があってやってると。でも自分は夢がないのにやってる。夢って何だろう、好きなことって何だろう、自分の好きなことってダンスか。これだ、引っかかってるのは。ダンスがこんなに好きで初めて自我が目覚めたと思ったのに、自分はそれを手放そうとしてるんだ。ページがないんだと。こんなに本を書いてきたのに最終ページを書いてないから次の本に行けないんだ。最終ページを書こうと。だったら世界大会や世界一、自分が憧れる場所に行って、自分のこんなにやってきた人生も世界一にぶつかってボロボロになるんだったらすごくすっきりすると。そこに行こうと。もう幻じゃなくて行ってみようと。で僕の最終ページを作るんだ。気づいたらもう飛行機に乗ってアメリカにいたわけです。ニューヨークのダンスシーンに突如風のように舞い降りた無名の日本人。高弘はその純真ともいえる存在感と表現力で瞬く間にステージからニューヨークの人々を魅了していった。そしてそれから20年余りを経た2026年、彼は今もダンスを作り続けている。2000年から2015年ぐらいまではとにかく動くっていう人生。朝動いて夜動いてストレッチしてジムに行って、それを15年ぐらいやってきて、2015年から今2026年、10年間は今度は筋肉を脳の方で使っていく時間帯なので、その自分の中の人生のこう使う体の部位が違って今楽しい状態です。嬉しいことに仲間がおりまして、自分の考え、自分の動きを正確に再現してくれて、なおかつ精密に記憶してくれるダンサーのチーム。はい、1番さんが終わった後にちょっとさスンスンって言ってる1回目を先にちょっと早めに真後ろに下がっちゃおうかな。カモン切り返し1、2、3、4、5、6、7が簡単だよね。はい、ちょっと切り返しかも。うまくさそういうの見せれる。一回自分がバーってやったことを記憶してくれて、なおかつディスカッションして、そこをさらにこうイメージ通りに一緒にアップデートしてくれる、イメージをこうキャッチしてくれて、さらにそのアップデートも対応してくれるダンサーチームが一緒にこうついてきてくれまして、ある時は自分をスッと消して、その方の考えてることをとにかく具現化すること、それを振り付けとして引き出すことが魅力的になることもあるかもしれない。ある時は今こんなのがとってもみんなが喜んでくれる動きだから、これあえて取り込んじゃおうよ、相談しながら作ることもある。なのでその時によってその振り付けの押し引きっていうのは変わってくる。高弘さんにとっての表現、はい、というのは何でしょう。生きてる上での最新ページであり最終ページ。最終ページ、分からないから次のページがあるか。そしてこの表現ができるのは最後なんですよ。こんな体が動いた、でも明日は違うかもしれない。でも自分の中で一番最新、人生の最新であり人生の最終、人生の最新だから自分の表現は常にわって驚くものでありたいし、人生の最終だからその表現はしっかりと重み
を感じてもらえるものでありたい。なので自分にとっての表現というのはその人の人生の最新であり最終の一滴、ギュッて人生を絞り、ポタって落ちる一滴は新しいですよね。でもその人生全部のポタじゃないですか。なので新しい濃縮液です。大好きだったダンスを諦めるならば最終章を書いてからにしよう、そう決意して挑んだ大舞台。そこから世界の高弘のダンスは始まった。今この瞬間の一滴はこれまでの人生の一滴。高弘は今も最終章を書き続けている。イエーイ。斉藤冬香です。私は高弘さんが、主催されているインフィニティというところに所属しているんですけど、グループ活動を桜坂46のグループ活動をしてた時にから振付師さんとしてお世話になっていたんですけど、高弘さんはお父さんみたいな、はい、存在で、もうなんだろう、優しいの最上級みたいな。インフィニティ所属の松井美優です。そうですね、高弘さんは何かこう意見とかこういう感じがいいんじゃないですかって言っても否定はせず絶対に肯定でそれいいじゃんみたいな感じで受け止めてくださるのですごいありがたいなと思いながら。加藤由衣です。人としても高弘さんみたいな人には出会ったことないかなって思います。思いやりのある優しさが高弘さんだなって思います。初見です。高弘さん自身がそのダンスを始めてニューヨークに行かれた時に多分その自分の中で悔しい経験とかすごい多分なさったみたいで、それを私たちにはさせたくないっていうか、なんかやっぱ人に対する思いやりの気持ちが人一倍強いので、なんかすごい言葉に力のある方だなと思って日々いつもたくさんなんか優しさをもらってるなと思います。高弘さんいつも大変お世話になっております。これからも一生懸命頑張りたいと思います。高弘さんいつもありがとうございます。高弘さんもう怪我せず病気せずでお忙しいと思うので、これからも高弘さんの下でいろいろ頑張っていきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。高弘さん長生きしてください。